俺の人は嫌いなの？なんか恨みでもあんの？ないです。じゃあ何なの？ちゃんとやってくんない？はい、すいませんでした。ああ、いいよもう。はい。じゃあ、あと龍一呼んできて、龍一。はい。ダメだ、怒ってばっかりで自己嫌悪になりそうな。ほんで人に怒るタイプじゃねえんだけどな俺。もう超ヤバい事態起きた。ベラ乗っててやばいのが、今日ベラ乗って行ったの、そしたら深瀬、毎日出勤してますって言ったくせにタイムカード見たらいつかしか押されてなかった。深瀬さんが？うん。いや、疲れた。お疲れ様です。疲れ様です。うわ疲れた。ああ、やべ、音楽が。何聞いてるんですか？山崎えりちゃん。どこ行ってたんですか？ LA っすね。LA？ うん、もう疲れすぎても推しの曲聴いても元気が出ないぐらいやばい。美容のクリニック始めたじゃないですか。機材とかは韓国の美容とかを結構参考にしてクリニックを構築していくところ多いんですけど、やっぱり美容に詳しい人だったりとか医療関係者によるとアメリカの技術もかなり発展してますよと。ただ美容の基準が違うからそんなに取り入れてるところだったりとか調査行くところ少ないけど、ただ1回だけでもいいから見るのはいいと思うよみたいな話をされて、まあちょっと知り合いに紹介してもらって、その機械の話だったりとか、まあ本当そもそもどういう集客してるのかとか最近のトレンドとか、やっぱそういうところを勉強がてら聞きに行くっていう。なんで観光とかはマジでほぼできてない。ぶっちゃけどうなんですか？集客はいいんですけど、そこから単価が上がらないとかなんで、まあ思い描いてるものが100点だとしたらもう全然30点ぐらい赤字のところもありますよ。だからエントランスに人いないため、はい、これなんでエントランスに人いないの？もう一回休憩の取り方を見直してほしいな。あれでかかってたらなんかしょうがねえかなって、本当どうしようもねえなっていう危機管理能力だったから、これ毎回歯ブラシとかでしっかりやること、はい、これ乾くと思う。これとか汚い。なんだこれ、なんだこれ、何これ。あ、これ PLM の、うわっ、これ絶対ずっと置きっぱにしてたやつだ、このホコリ。あ、上で溜まっちゃった。ロッカーの上に置くなっつってんのにな。片付けさせるの大変。キャンペーンの時のこれやばいからほら。なんかもう旅行の間ハウスキーパー休んでいいよって話したんで、はい、普通の家にしては綺麗かもしれないですけど、はい、多分洗濯物畳んでねえんだよな。もうやばい、もうこれはもう見せられない。見たことない状況だ。初めて見たわ。あ、これは洗濯終わったやつですか？終わったやつ。多分こうやっていつもやってくれてるんですよね、ハウスキーパーがね。この作業やだなって出る前に思ったんですよ、はい、俺がこのまま出てハウスキーパー来ないとなると戻った時も当然ながら、この状態じゃないですか。洗濯物を触ってる自体初めて見ました。そう、畳むの4年間で初めて見ました。畳むの苦手なんだよな。これ洗ったのかな。いい匂いしますよ。いや、だから俺の香水だと洗った後にこんな香水の匂いすることあるかなっていうぐらい。でも洗剤の匂いもしますよね。あ、じゃあ洗ったのかな。なんかしかもちょっとなんか生乾きなんだよな。なんかやだなこれ。もう一回洗おう。絶対洗ってねえなこれ。いや絶対洗ってねえこの匂い。
で5日ぶりに帰ってきた生乾きなんですよ。いやわかんない、怖すぎる。おはようございます。おはようございます。俺がやってる美容室って知らずに来る人の方が半々ぐらいか。知らない人の方が多いか。だからサービス改善とかで調べた時に出てきてとか、なんか予約して気づきましたとか。社長としてはいいこと。いやなんかやっぱこう単体のサービスとして認められてるって思うと、もうなんか普通に嬉しいですけどね。まあ、もちろんその知ってきてくれるのも嬉しいですけど、純粋に一美容室としてトリートメントが上手って伺ったのでとかいうことを言われると嬉しいな。さてさて、お疲れ様。じゃあちょっとその辺座れる？まあ一応その前に視察来た時にさ、このなんか改善点の要求だったりとか、例えば備品のさあれとかあったりとかしたじゃん。でそれが滞ってた理由とかも、まあなんとなくその前回の視察で分かって、であれ看板とか新しくなって、看板の中身は確かありました。うん、オッケーオッケー。で椅子は届いてる？椅子は届きました。メニューがまだ。メニューがまだオッケーオッケー。まあそれもちょっと確認するんだけど、でまあちょっと俺の仕事量不足だったなっていうか、そのヒアリングでさ、まあ、言えない関係値だった部分もあったからここまで多分伸びちゃった部分もあると思うのよ。忙しいから言っても無駄だろうなっていう感情が多分ゼロではなかったと思うのね。もちろん言ってくれたのは、まあ、その信用してくれてるからだと思うけど、で店長に関しては、まあ、ヒアリングして、まあ、全部がまあそうですとはならなかったけど、まあまあ事実ですっていうようなことをおおむね認めてたからってなった場合は適切なポジションじゃねえなってことで、まあちょっと移動っていう形でになったから、今後はちょっとまず社員が足りねえから社員を募集するっていうようなところになるし、まあ、店長は外れてもらうっていう形になります。もし本当に人数的なものが少なくてできないんだったら、まあ、定休日作ってでも、まあ、一旦外した方がいいなっていう判断だから、俺このレストランめっちゃこのレストランの愛情って結構でかくて、そうですね。そう、だからこそやっぱ今回結構ショックだったのよ。で俺はその悪いことしたやつが悪いっていうよりも、まあそれをこう見抜けなかった俺がやっぱ一番悪かったなと思ってるから、それは本当現場に申し訳ないなと思ってるし、まあ二度とないようにするしっていうところの中で、まあそうだね、まあもっと言い合える関係値でいたいなっていう。まあその事業がまあ拡大してって社員とかも増えていくと、まあ、単純にやっぱ体が1個しかないんで見る目がどんどんこう1個にかけられる時間っていうのはどんどん分散されていくじゃないですか。でまあ実際こことかも結構来てたんですけど、まあ、来る頻度でいうと前よりもこう落ちてしまって、でまあ従業員との距離感としても、まあそのまあ、多分普通にちょっと面白い上司みたいな、なんかこうそんな感じの位置づけで、なんか相談できる頼もしい上司では多分なかったと思うんですよね。でそれがきっかけとか、まあ、原因で、まあ、ある時こう視察行った時にもうめちゃめちゃ不満溜まってますっていう、まあ、話があって、まあ、それがまあその上司のその、まあ、元店長の対しての、まあ、その時間を守らねえとか、なんかこうだらしない部分がありますみたいなところの言ったらクレームですよね、社員からの。そういうのを聞いて、店長って店長です。まあまあそうですね。で俺自身は彼を信用した部分もあったし、まあ、ちょっと任せすぎてた部分もあったし、あとはまあその話の内容を聞いていくと、その不満もっと早く言ってほしかったなっていうところ。でもそれを言ってもこの人は聞いてくれないんだろうなって思わせた俺が多分まあいけないんですけど、我慢させちゃってたんですよね。なんかローラーの多分なんか言っても右から左にこう流して忙しいから対応してくんねえだろうっていうのが多分あったんだと思う。でもそれでもう我慢の限界だからっていうことで多分言ってくれたのが、まあ、前回の視察だったんですよ。でそれ対応するなって話して本人に事情聴取して、まあ、実際にそういう件がありましたっていうことを認めたんで、タイムカード見たら、まあ、4回しか押されてなかったとか、
週ですか？月に。月4回そうそうそう。来てないってことですか？まあまあそうですね。で本人に聞いたら、まあ、家で家で店のことやってることもありましたよとか、まああとは従業員に対してきつく当たるとか、パワハラ的な。まあまあそうですね。そういう側面があったっていうところとか、あとは純粋に勤務態度が良くないっていうことを、まあ、タレコミとしてこう聞いてしまって、まあ、俺からすると信じたくない気持ちの方が強いわけですよ。なぜなら立ち上げ頑張ってくれたし、めちゃくちゃクレーム言われたオープンの時から共有してるんで、やっぱちょっと俺の中のバイアスも彼はそんなことしないっていうちょっとしたバイアスがかかってた部分もあって、まあ前からね、なんかこうそういうちょっとなんかミーティングとかする時も遅刻するんですよみたいな声もあったんですけど、正直でもまあまあ大丈夫でしょと思っちゃってたんですよ。でその細かいその不満とかをキャッチできずに試させちゃった結果がもう大爆発して、でもよくよく考えてみたら俺が視察来た時にいないんですよね。でも2店舗あるからあっちに行ってんのかなと思うじゃないですか。で蓋開けてみるとなんか八王子に行ってますっていう報告を、まあ、スタッフたちにして大久保のでちょっとなんかこう大久保店でトラブルが起きた時に八王子店で連絡したら今日なんか大久保で出勤してんじゃないのみたいなことがありましたとかもうついこの前言われたんですよ。現場として多分その業務で俺シック行ったりクラブ行ったりとかするじゃないですか。で純粋になんかいない時多くないかなっていう。でその時何をしてるかがもちろん分かってたらいいんですけど、はい、なんかいつ来ていつ何してるのかが正直最近分かんない部分があって、でも俺はなんか若干つじつま合わないっていう。そうだからまあよくよくこう思い返すとそのサインもあったなみたいな。まあでもムカつくというよりいや俺マジで仕事できねえなっていうなんか自分への反省。何がいけないかってまずそこをキャッチできなかったその問題点をキャッチできなかったことを、あとはその言えない関係値を社員スタッフと気づいてしまったことですよね。このもう2つがもう俺のミスだよなって思います。次は何ですか？次は RBL の視察ですね。なんか久しぶりな感じします。だいぶ久しぶりなんじゃないですか。YouTube が入るのは。あ、そうまだやってないんですね。いや今日休みなんですよ実は。休み？そうなんですよ。今日総会があるんで全社員休みにしてみんなで集まるっていう。あ、全員集めて会議するみたいな。そう。あ、これいない時に来るの初めてじゃないですか。多分そうですね。定休日ないんで。お疲れ様。汚いな、これ。やってないでしょ、絶対ね。まずこの辺のエリアは、カルテあるんであんま映せないんですけど、配線だったりとか、あんま汚くすんじゃねえって話とか、ちゃんと書類とかまとめられてるし、でエントランスも、もういつ何時お客様来ても、迎え入れられる状態にしろっていうのは言ってるんで、雑誌も。まあでもちょっと荒探しするとしたら、この辺ね、ちゃんとかけましょうねっていう。シャワールーム、まあでもシャワールームめっちゃ綺麗にしてる。締め作業めっちゃちゃんとやってんな。バックヤードもちゃんとしてる。あ、偉い。俺あれ嫌なんですよ、このハンガーが不揃いなとかあるじゃないですか。いろんなハンガーがこう種類がプラスチックのやつあったりとか、全部揃えろって話で、あとこれも嫌なんですよ。これね。逆になってる。そう絶対揃えろよって話してて。これは経年なのか。これでもどういうこと？こんなんならんけどな。切れちゃった。なんか引っ掛けたのかもしれないけど、これは買い替えるか。これとか汚い。なんだこれ。何これ。あ、これ PLL の。うわっ、これ絶対ずっと置きっぱにしてたやつだ、このホコリ。
上で溜まっちゃった。ロッカーの上に置くなっつってんのにな。片付けさせるの汚い。キャンペーンの時のこれやばいからほら。ロッカー上だな。爪が甘いんだなこいつは。で新卒が入ってきた時に汚ねの見るとあこれでいいんだって思うんですよね。だから最初の基準が作りめっちゃ大事だねって話してて、基本的にはすごい綺麗ですもんね。まあこれが普通なんだけどね、美容の店舗でこれぐらいの美意識でできなかったらお客様は綺麗にできないですね。バックヤードごちゃごちゃしてる店とかはもう絶対にそこに反映はないっていうのはもう俺のマインドとしてあります。もう全事業層。本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまより2023年度 RPL 全国エリア年間総会を執り行います。お願いします。まあ今日ねみんな働いてないじゃないですか。僕月で家賃をね払っているんですよね。でもちろん漏れなく今日の分も日割りで計上されているわけですよ。人件費もまたしかりでってなるとなんか実りのある一日にしてほしいなと思うのが僕の気持ち。せっかくね今日この場所に集まって1年に1回しかない会合なんで、あそこの店舗のつなぐで見てたあの人なんかどういう営業するのかなとかどういう人なのかなとか多分あると思うんですよ。ぜひアタックしてほしいなと。はい。ダメだ、もうパワーが出ない。まだちょっとです。いやもう無理、もうなんか借金ある人の働き方してる気がする。お客様が来た時の悩みをこう聞いてプランを提示するっていうカウンセラーの大切です。それローランさんが普段やってるんですか？もうやりますよ、もちろん。そこは面接もやるんですね。大体人件費1人30だとしたら、月にそれぐらいの、コストかけるわけですよ。はい。月30万で家賃で借りたところが騒音がうるせえとかなんか水道出ねえとかなったらめっちゃ怒りません？それ嫌ですね。って考えるとそれぐらいの投資をするものだから自分の目で見たいっていうのはありますよね。他に聞いてみたことは大丈夫かな？はい、大丈夫でございます。OK、じゃあちょっとまた連絡しますんで。はい。はい、大丈夫です。はい、すみません、今日帰国されたばかりだと思うんですけど、そうだね、お時間いただいてしまって、そうだね、忙しい。お忙しい中、時差ボケやばいんだよ。本当にありがとうございます。大丈夫大丈夫。これがもうメインの仕事なんで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。一日。いや長かったですね。でいっぱい働いて、で最後にもうこの夜コースを飲んで寝たい。これ前とちょっと違いますよね。なんかパッケージはね新しくなりましたけど、疲れが取れやすくなりましたね。結構前の商品から使い続けてるって感じですか？そうですね、定期的に使ってますね。この後はもうほんとシャワー浴びてとりあえず寝たいなと思います。